はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちはい、こんには。ちは。今日はですね、ちょっと珍しいゲストをお迎えしておりまして、オランダからやってきた文介さんです。はい、はよろしくおい。願いします。珍しい唯一無二の文助でございます。オランダからやってまいりました。今まではね、ちょっはい。と日本の先生、日本人うん。の日本語の先生とかとコラボしてたんですけど、今回はオランダからやってきた日本語の先生です。はい。よろはい。よしくお願いろしくお願いしします。ます。で、ちょっとね、はい。タメ口で、今、出会って本当5分も経ってないんですけど、タメ口でなんかちょっと話そうね、みたいなことにうん、なってるうん、ので、ちょっとチャレンジしますね。よろしく。うん。はい。よろしじゃあ、よく。ろしく。ストップ。はい。面白い。といううん。ことで、はい。じゃあ、よろしく、よちょっとろしく。うん。軽く自己紹介をどうぞ。はい。お願いしえます。オランダで生まれ育った純オランダ人の文介です。で、今年の1月に、博士号、専門は、日本文学、主に近現代文学で博士号を取りまして、で、今はフルタイムでオンライン日本語教師として、やってます。YouTube もやってるんで、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いしはい。ます。はい、お願いすごいでします。すね。まあ、博士号おめでとうございますということで。ありがとうございます。もう疲れました。いやー、すごい文学だもん。私全然、まあ本当恥ずうん、かしい話、全然本読んでないから、あもう尊あ、敬でしかない。その、いやいやいやね。いやいや。むしろそれぐらいしかスキルがなくて、本当になんか へえ、そっ社かそっ会不適合か。者というか いやいやいや、まあ、研うん、究タイプの人って本当に私尊敬してうん、て、何かにこう集中するっていうことが本当にうん、うん。すごくて、まあすごい興味深い方で、まあいやいやいや。ね、皆さんもご存知だと思う、もうね、聞いてて分かってうん、ると思うんだけど、めちゃめちゃ日本語がうまい。いやいやいね。や、それはない。うん。だからちょっと根掘り葉掘り、どうやって勉強して、もう何があったのかっていうのをちょっと根掘り葉掘り聞いていこうと思いますけど、何があったんだろう。何があっうん。たの人生でみたいな。人生で波乱万丈のそう。人生なんでそをんな上手になたどり着くったか。みたいな。そうそういやそー、まあでう。も、ねえ。うん。こうね、若い時から日本うと接するん。機会はあったから、それも大きいかなと思うんだけど、はいはい。きっかけなんなの、その勉きっか強をけは始めたもうというか。本当に、うん、一番最初にその原点というか、に戻ると、2歳ぐらい、2歳だった時に、なんか私たちの住んでた近所、オランダだったんだけど、近うん。所に、お父さんオランダ人、お母さん、日本人の、家族が、引っ越してきて、うん。で、向こうの子供たちも2歳、4歳だったんですよ。うん。で、友達になって、そこからちょっと日本と接する機会が多くなったかなっていうのがあって。だから本当、お厳密にー。は2歳から日本語を耳にする機会はあったかな。おー、なるそほど。そこで興味が湧いて、う。加えて、2歳の時はもちろん全然興味湧かなかったんだけど、うん。なんでこのオランダ、オランダ人のおじさんが日本語で話してるんだろうとは思ってたと思うけど、う向こうのお父さん。んのことね。うん。で、なるほど、なその人るほど。も、60年代、70年代にオランダのとある大学で日本語をうん。勉強してたので、本当に流暢に話せる人だったんで、うん。で、なるほど。外交官だったんですよね、その人が。うおー、だん。からか。へうえ。ん。そ確かに。まあ、う。日本語、オランダでは日本語を勉強する人なんてね、周りにいます他に？いっぱいいる。いなんか、るんだ。へえ、毎年多すご分、大学レベルで勉強できるところは一つしかないんだけど、い。うん。そこに入ってくる1年生の数は多分120人ぐらいだと思う。おー、うそうなん。んだ。いや、いやすぐ辞めるー、すごい。人もいるからね。うそうね。やん。っぱ長続きさせるのはやっぱ一番難しい部分で、そうそう。学習だとね。なんだ、アニメだけじゃなかったのかって思って。
気づいた瞬間に、そうね。すぐ読めちゃうっていう人もいるし、そうね。モそチベーション管理はね。まあう。うね、なかん、なかうま難しい、くいかない難しい。けど。うん、うん、そっか。うん、うん。でもそれでその2歳の時に、まあ、日本語とうん、日本人という出会いがあって、本格うん。的に日本語を勉強し始めたのはどんなきっ18かけで？歳からだったかな。うん。おー、あ、きっかけ自体は多分15歳ぐらいの時に、うん。うちの父親、ミュージシャンをお、やってるんですよ。うん、で、うん。若い人のためのコンクールみたいなのを創立して、そこに優勝した人たちが、日本の、その音楽ツアーに行けるっていう企画があったんだけど、それにちょっと、こう、付き合う感じでへえ、面私も、白いきっかけ。お父さんとじゃあ一緒うん、に日本に行くっていう。そうそうそう。プラス、おー、そのコンクールに優勝した人たちと、うん。演奏しながら、こう、日本回っへえ、た。うん、3週間ぐらいだったかな。うん、うで、めん、うん。ちゃくちゃ楽しくって、なんだこれ、勉強したいと思ったのは、多分それがきっかけだったかもしれない。へえ、うん。そうなんだ。うへえ、ん。それが15歳の経験で、15 18の歳。時に本格的に。そうそうそう。15お歳の時の経ー、験で、その次の年も16歳の時にもう一回同じようなツアーでうー回ったんです。ん、で、そうなんだ。18歳から大学に入って、で、専攻しあて、今にあ。至ってます。18歳の初時にそのすぎて。大学で、その専攻した時は、ひらがなとうん。かは読めたっていう状況？ひらがなぐらいは読めたかもしれない。うああ、もうそん。のレベルなんだ。本当にじゃあでも、もう、ほぼゼロ。カタカナは半分ぐらいしか多分無理だった。そうカなんだ。タカナって難しいじゃん。うん、今でも確かに。そうだけど。確かにね。多くの学うん。習者がね、カタカナ結構嫌いって人結構多いですからそう。ね。私も好きになれない。う申し訳ないん。けど。そうなんだ。まあまあまあ、そっかうん、そっか。そっそうそから今学習歴、ちょっと年齢バレちゃうかもしれないけど、学習歴今う。全何年ですか？然バラしていいです。あ、大丈夫ですか？37になったばっかりで、うだからん。もう18年半ぐらいになります。18年半。で、大人一この、人 確かに成長する成長する。そう。ぐらいの歴史ぐらいの。がある。そうそう。なるほどね。そっかそっか。でも最うん。初、じゃあもうひらがな、カタカナから始めて、うん。その今に行くまでに、うん。なんかこういろんなことがあったと思ううん。うん。けど、なんかうん。うん。一番うん。大変だったことは何？ああ、でも会話を自然にすることが大変だったのかもしれない。おー、うん。そっかそっか。文学で入るとさ、文学的な表現が一番最初確かに。に来る。う特にん。明治時代の例えば漱石の作品うを読んでたん。ら、うん。もうそういう日本語しか知らないから、もうそれが自分の確かに。中では唯一の日本語じゃん。めちゃめちゃ違和感が感じるね。漱そう、石の日そう。本語喋りだから、始めたら。そういう言葉で喋り出したらみんなすごい笑っちゃってて、であ、もじゃあもうこっち必出だしが文死な学だったっんだよね。てこと？うん。そうそう。出だし文学だったかもしれない。面白い。多分漢字がえ、好きで、うん、入ったのかもしれない。なんかインスタ見たらめちゃくちゃ漢字、私より漢字綺麗に書いてるから、いや、そういう角どう度の問題だやって。と思う。いや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 、私よりバランス綺麗だな、みたいな、いや、それはな思いと思う。ってて。そっか、雰囲気がき、文学にはまったんだ。でも結構かそう。なりユニークな経路だとうん。思う。文学にはまっ多分、てそうそうそう。読みまくってたってことだ。読みまくってたかもしれない。あ、うこういうん。言語の世界があったんだと思いながらずっと読んでた。そう、おー、明治、大正期あたりの文学がすごい好きで。うん。うん。なんか一番その言語と接する機会を得れるのは何なんだろうと思った時に、言語学じゃなくてやっぱ文学だなと思った時に、もうおー、文学に集深い。中してずっとなんかそれを勉強してきてて。うん。うん、そう。確かに文学はその時のね、歴史文化とかいろんなものがね、そうそう。学べますよね。そう、その時の日本語がそのままフリーズしてるじゃない。だか確かにら、確かに。明治時代の日本語ってどうなってるんだろうって考えた時に、やっぱその文学を読むのが一番、なんだろう、知る。
う近道かもん。しれないね。なるほど。でもで、そそれでじゃあのゲーム、もううん、読むのを繰り返してたってことか。ってことね。そうかも。多分読むのがメインになっていて、でももちろん会話のクラスもあって、うん。うん、でもやっぱり海外で勉強してる時点で多分読むのがメインになると思うんだよね、みんなね。うん。うん、会話の練習って難しいから、うん、多分読むのがメインになる人が多いと思うんだけど、うん。あの、そう。でも、その時に大学に留学してた日本人留学生もたくさんいたので、うん。そういう人と友達になったり、まあ、YouTube そんなにまだ発達してなかったんだけど、う YouTube で、ん。そうね。日本語の動画を見てたりして、うんうん。そう、なへんと、うん、え。自然な日本語ってこんな感じなんだろうなと思って、うん。でも、その明示的な日本語から普通の自然な、もう日常会話に直すっていうのが一番大変だったかもしれない。普通逆だけどね。簡単な日え、本語しか話せなくて、難しい言葉がうん、使えないっていうのが一般的なうん、悩み。うん。多分多くの人がでも抱える悩みだと思う。うん、でも簡単な日本語こそ自然な日本語じゃないじゃん。そうだかね。ら逆パターンだけど自然な日本語にどうたどり着けるかっていうのがみんなの課題だと思うんだけどね。確かに、それはうそう。私もいん。つもなんか N4、N3 の文法をおろそかにしないでっていつも言う。自ああね。然に日本語を喋りたいのであれば。はい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 うはいはい。ん。意外にそこ、やっぱベースがきっちりしてないと、うまあ自ん。然ではなくなっちゃうのは確かに。うんうんうんでもどうやってその毎日こう読んでる中で、うん。まあ今うん。めっちゃ発音が本当完璧なんですよ。本当に。いやいやいや、結構ピンポインいや、トで聞いうてるといやいやいや、本当本当本当。これおアク世辞じゃないよ。セントが。建前じゃないよ。そう。でもどうやって勉うん。強したのかなっていうのはすごい気になる。どうやってその自然な日本語を手に入れたのか。まあみんな言ってるのはシャドーイングなのかうーな。ん。でも、シャドーイングよりもまあ聞いて真似する。最そう初は、ね。真似しかできないじゃん。うーうん、ん。そう。だから、自分で文章を作るじゃん、頭の中で。うんで、多うん分、それは自分の言語から考えた文章だとうん。思うのね。うん。だからうん。直訳になっちゃうと思うんだけど、うん。うん。直訳って必ずしもなんかそのネイティブの、まあ、自然な日本語にはなってないと思うんだけど、うん。じゃあ、私が今表現しようとしていることをネイティブはどう表現しているのかなって考えたときに、例えばドラマを見てるときにだったりとか、その最近まあネットでいろいろまあその普通の、バラエティ番組とかも見れるようになっていると思うんだけど、うん。それを聞きながら、あ、こういうふうに表現できるんだなってこう気づく瞬間が必ず出てくると思うので、まあ、うそのん。時にちょっとこうストップして、巻き戻してもう一回聞いて、で、あ、こういうふうに表現できるんだなって思った時に、それを暗記して、なるべく、早いタイミングでそれを活かすっていう実践練習とはあ。いうか、インいつもプットしたものをそうしてたの。すぐにアウトプットって感じだ。パッそうそうパッとそう、忘れそないように。う。そう、不思議なことになんかその最近のオンライン日本語学習コミュニティの中で、まずインプットをひたすらにインプットしなさいっていうふうに言ってる人が多い。ああ、うん、いますなんでね。かというと、最初はまだちょっと自分のアクセントだったり、言い回しが変なので、そうれがん、こう身についちゃうと良くないっていう意見だと思うんだけど、うん、私逆だった。いっぱい間違いをして、で、相手の反応を読む、まうあ、能力はん、つけなきゃいけないと思うんだけど、う露ん。骨になんだお前っていうふうに言ってくる人は多分一人もいないと思うから、でもちょっと微妙な判断、その反応で、あの、ああ、なんかリアクションおかみたいな、しいなっていうのを読みそうそうそう取って、あ、これ違そう、うな、みたいな。はい、そうそうこれは違そう、う、みたいな。そう、だからそれを判断する能力は必要だと思うけど、うあ、ん、今自分が発したことはちょっと違ってた。うん、ちょっともう一回考えてみようってなるんだよね。うで、ちょっとん、ずつのなんか頭の整理がつくと思うんだけど、うん。ずっとそういうそう繰り返しだね。ったのかもしれない。今でもそうかも。うあ、ん、こういう言い方、言い回しがあるんだなと思ったときに、うこん。う、はい。いや、素晴らしい。いや、って感じ。確かにね、私もインプッ
まあ、インプットはもちろん大事なうんですん、けども、なんか、間違うん、いをしないと成長できないって私も思ってて。うん、うん、うん。そう。でもやっぱり間うん違いがみんなね、怖いっていうのが怖い、あると思怖い、怖い。だっう。てうん。怖いんだもん。自どうしようも分の、ないね。自分の無知とうん。か魂をさらけ出すようなうん。ことなので、こんなうん。にできてない自分をそう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 。大人に見られなればなるるっていうのが恥ずかほどね、しいじゃん。そうそう、もっとそうそう。恥ずかしくなるけもっとど、恥ずかしい。やっぱそそこが大事っていうのがやっぱう。ああ、そうそうあるってそうそう。ことだね。ううん。ん。なるべく早めに全部間違いを犯してしまうというのがおすすめです。う恥ずん。かしい思いもしながら。ううん。ん。そっかそっか。でもちなみに、そうですね。そのドラマとか、うん。うん。まあ、見たコンテンツっていうのは、ちなみにどんなうん。コンテンツ見たのその時。当時はキムタクが多かったかもね。時代的に時代的に。そうそう。あとね、当時多分18ぐらいの時にかっこいいなと思ってたのが、ガクトの喋り方。すごい特徴的。特徴的だけど、でも、でもそれ結構おすすめかもしれない。なんかネイティブでもいろんな喋り方とか会話うん。パターンがあるじゃない。で、その中で自分のお気に入りの俳優さん、女優さんだったりとかはいはいをはい。選んで、それに即してちょっと練習するっていうのがああ、そ結構おすすれ聞いたことある。もうめかもしれない。完璧にそのうん。人を真似するみたいな。まあ、そうそうその人そうそう。になりきって、その人のドラマうん。とか、インスタグラム、そう YouTube 全部コピーしてみる。そうそうそう。そうそうそう。で、一人に絞っちゃうと、あの、ね、自分の個性がなくなる。確かにガクトになっちゃうね。ブスケさんがガクガクトでトになっちゃう。それは良くない。うん。例えばちょっとこう年配の先生と接うん、するときにガクト風に言っ確かに、たら多分、君はとか言い始めたらちょっと そう、往復ビンタ。上からになっちゃうね。ガクトのうん、喋りそうそう方だと。そうそう。うなるん。ほど、なるほそうじど。ゃなくて、例えば、誰だったんだろう。なんか熊本出身だけど在日系の文うん。学教授のカムサンジュンっていう人がいたんだけど、そほう。の人の喋り方がちょっとこう、マウントを取ってるような喋り方ではあるけど、落ちうん。着いてて結構かっこいいなと思った部分もあって、おー、大学うん、教授。そうそう、大へえ、学教授。面白い。だからちょっと真面目な喋り方と、ガクトさんみたいな、ちょっとあ軽い、ちょっと、コかっこンビネーションつけたが良かった。コミュニケーショうん。ンプラス、もうちょっとこう、とっつきやすいう誰か。だん。から3人の真似をして、プラなるほス自分もちょど。っと入れるみたいな。はいはいはい。いやー、そうそ面白い。う。なのがベストなのかな。まあでうも、ん。私はそういうやり方でやったんだけど、うそれがベストなん。のかどうなのか、人によると思うけど。うん。うん。なるほど、なるほど。ちなみになんかうん。語彙とかの、まあ多分好きだったと思う。漢字とか語彙とか多分好きだったと思うけど、うんうんどうやって覚うんうん。えました覚え方。ひたすら繰り返す。繰り返し、おー、書く。書練習をした。くんだ。そう。おー、ひたすらそう書いてた。なんだ。覚えへはあるよね。え。例えば、買い物行った後、レシートもらうじゃないですか。うんうんレシうん。ートの裏側にずっと漢字書いてたっていうのもあって。へえ。うん。すごいな。う好きだった、楽しん。かったってことめっちゃそういう。楽しかった。落ち着くじゃん。はあなんか漢字の練習って。全然落ち着かない。私は落ち着かない。もう全然落ち着かないもん。ああ、もうやだ、もうやだ、みたいになっちゃう。小学校、でも私もやもや。も小学校のね、時に、うん。そうやってみんなうん。覚えてた漢字えは。あ、100そうなんだ。個書けみたいなのが宿題だった。うん。うでも、そん。れだけじゃなくて、なんかまあ、ゼロからスタートだったら話は別だけど、例えば、あの、300字ぐらい覚えてるとするじゃん。うん。で、新しい漢字の知識が入るときに、それをすでにある漢字の知識と関連付けて学ぶっていうのが一番ベストかな。だから頭のおー。中でネットワークを作る。知識のネットワークを作って、おー。そのネットワークの中に埋め込むみたいなう感ーん。じで勉強すれば多分ちょっと楽になるかもしれない。なるほど。なんか前の、私 YouTube ちょっと見させていたうん。だいて、そのはい時にはいはい。言語の由来の話をしてて、そういうおー、そうそう。覚え方もする。そうそうそう。由来を調べるみたいな。漢字の動画かな。
うん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 。ああ、そうそうそう。ああ、そうか。語源の話ね。語源の話かな。うああ、ん。そう、語源の話も、そうそう。どういう流れでこういう意味になったんだろうって思った時に、それを全部網羅的に、まあ、できる範囲でだけど、調べるのも、暗記する一つの手段になってるんじゃないかなって俺は思ってるので、うーうん、なるほん、ど。語源はそ結構楽しい。私もそれは楽しいと思うから、勉強にう、取り入れやうん。すいかもしれない。ああ、そうこのそうそ言葉ね、なんでこの言葉なんだろうっていう。う。うんうん。で、その時に使った辞うん。書がですね、うもう、おすん、すめの辞書。ありがたい。おすすめの辞書があります。うん、ね、もっと大きいのもあるらしいんだけど、絶版になっちゃったから、このちっあら。ちゃめの、おー。新明新明解解語源辞典。語源これ辞典。は日本で買いました。ネットで買えた。普通に Amazon.jp であ、で、手に買えた。入れた。うん。あ、じゃあそう皆さそうそう。んもどこでも買えそうですね、これは。そうそう。うん、3800円プラス税で、新明解4000円ぐらい4000。で買えると。うん。あ、面白い。私も買おうかな。買うん、おう。これ面白い。いや、言葉の語源読みは確かに物にもなるか面白い。らね。そう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 そそう。うーん。そう、単独で学ぼうとしても多分300字までは大丈夫だと思うけど、3000うん。字ぐらいになってくると、まあうん。もう大変すぎて。うん。で、漢字ってもう漢字というシステムがあるから、システム内のロジックを身につけさえすれば、多分楽だと思う。そんなに難しくないおー、かなとロ思うけど。ジック。ロジック、音符うん。とか、うん。部首とか、そういうシステム。パーツをこう、パーツを、う組みん、立てていそうそう、くような。組み立てるとか、まあ、ちゃんとその漢字の歴史とか、それの、でもちょっと本格的になっちゃうんだけど、うん。うん、それを調べる辞書もあります。無臭辞典みたいな。そうそううん、そう。でも教育漢字しか収録されてなくて、でも、うお、時系詩辞典。時系詩辞典、面白これそうなものめち持っゃくちゃてる。面白いですよ。だからこういう形も全部はいはい。わかる。形の歴史だったりと歴史か、から。いろんなその漢字学者がうん。どういう説を、はい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 。あの、なるほど出してね。きたのかっていう歴史も全部わかるんですよ。だからなんていう本だっけ？漢字時系あ、詩辞典。そうです、そうです。こちらも Amazon から。まあ、アマゾンから。これ1万あ円以上するやつで。あ。うん。まあね、もっとでも、より深く漢字を知りたい方、上級者向けですね。上級者だと思う。解だって、説もね、説明も普ね、通に日本人向けだと思う。そうね。解説ゴリゴリの漢ゴリ字ゴリの、と日本語、もうマニアだったらこ専れおすすめ門用語。なんだけ漢ど、字マニアの方ぜひ。そう。うん、いるんですか、はるかさんの生徒さんで。マニ何アまで、人前の多分、文上級者。介さんレベルまでいませんけど、やっぱ漢字好きって人は、一定数いるかなっていう。うんうそう、あと文んうんうん。学好き、お、うん、いるんだ。もういますね。日本の小説大好きっていう人は、やっいいね、いいね。ぱ多い。うんうんうんううん。ん、そうね。それいい。ううん。ん。いや、強いな。嬉しい。でも、なんか本当に発音が綺麗で、それも全部真似することから習得した発音。習得して、で、まあ、日本に留学したっていうのもあるんだけどね、6お年ぐらい住んー、でたので、プラス、なるほどね。まあ、なるべくそのネイティブも生きている環境に自分も割り込むというかお邪魔しますみたいな感じはい、で。そうそう。入らなまあ、いと、大事よね。そう、大事大事。だかうらまあ、ん。別にこれバラしていいのかな。ううん。ん。早稲田大学にいて、うん。留学したことがあるんですよ。はいはいはい。だけど、もうちょっとその当時もらってた奨学金延長したいなと思った時に、正うん。式にも正規制にならなきゃいけないルールがあって、おー。だからそはいはい。の入学試験普通に日本人と一緒に
受けて受かっうん。たので、それで入学できたんだよね。あ、じゃで、あ、留学生じゃなくて、そう、留正学規の生からの正規生にな生徒にり、なったっで、てことか。修士を、だから日本文学研究科みたいなのがあるんですよ。近代うん。文学うのん。研究科があるんですよ。うん。で、そこの修士を持ってるんだけど、全部日本語でへす。え。すごそう、い。早稲田、じゃあ合計何年、在籍してたの？早稲田。合計で、ちょっと、5年弱ぐらい。5年弱。すげえ。で、大阪にも1年間留学したことあって。おー。関西そう、弁は映らなかった。大阪弁。めっちゃ映ってた。そうだ。そう、ね、留学真似しして、ちゃうからオランダに帰すぐ。ってきたときに、そうそうそう、多分3ヶ月ぐらいでもう関西弁しか出てこなくて。で、オランダに帰ってきたときに、当時、こっちのうん。大学で日本語教師やってた日本人うん。の先生は、もうオランダに引っ越してきて40年ぐらい経っている人が結構多かうん。うん。ったんです。年配の方で。うん。うん。しかも、コテコテの江戸っ子。で、関西はもちろん嫌いなんですよね。意外な苦手レベルじゃなくてんだ。もう嫌い、もう排他的。おー。なるほどね。そうそう。う東京ん。東京 弁以外 VS は、大阪ってやつそうそう。だね。うん。そう。だからもうバリバリその大阪弁で話しかけたときに、お前の言葉は荒すぎる。直しなさいって言われた。そうだね。昔の人はね、大阪弁うとか聞くとん。なんか荒いとか下品とか言う人結構い下品、るけど、そう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 。まあそんなことないんだけど、そうだけいうね、ど、あるんそう、だよね。根強い、考えそっ方があるかもしれない。か、そっ当時のか。世代の人はね。うーん。いや、でもそう、だかすらそれでごいな。なるべく直しつつ、うん。早稲田に行って、で、早稲田の先生方と話すときも、まあ、関西弁は若干抑えてた方がいいかなって思ったんそうね。で。そうね。そう。うあん。じゃあで、方それで言もまあ習得したってことだ。本当すごい。方いい経験で言は、まあ、でもすね。そういう環境に置かれてたらもう自然に入ってくるから、うん。むしろ止められない。うん、映っちゃうね。じそう、どうしても移っちゃう。ね、2週間俺九州に行ったんだけど、うん。2週間でちょっとだけその佐賀弁が入っ早っ。てきた。めっちゃなんか早い。当時の関西弁がちょっと戻ってきつつ、うん。九州も入ってきて、うん。混ぜ混ぜのうん。わけのわからない方言にうなってしまう。ん。多分、文介さん映りやすいんうん、だと思う。いろんな人の真似しようとやりやすい。一生懸命こう聞いてたから。そうそうね。そう。耳いい人は多分、得すると思うーん。う。うそうん。ね。そうね。うん。へえ、素晴らそしい。う。ありがとうごいやいやいや。ざいます。いろいろ教えて。いや もう多分すごく役に立ったと思う。本当で私すかね。も役になった。うん。うん。本当に、これからの言語学習。まあ、日本語だけじゃない。これ、ね、うんうんうん共通するものはね、すべての言語にうん。共通する勉強法うんうんうんだと思うんうんでね。うん。うん。うん。良いです。うん。ありありがとうごがとう。ざいます。はい。じゃあ最後に はい。そう、文介さん、日うん。本語のクラスもやってるから、ね、ちょっとああ、そうそれにそうそうそついて、う。ね。はい、今年の5月の中旬から新しいセメスター、新学期始まりますので、下に自分のサブスタックのリンク貼っておきますので、ご興味ある方、ぜひご覧ください。よろしくお願いしうん。ます。はい。ちなみに、どういうことを教えていただけるんでしょうか？クラスまで。あ、大体リーディングを中心にやってるんですよ。なので、まあ、大体、初級を少し通り越しての中級からの、リーディングクラスが多いんですけど、まあ、例えば文学を一緒に読んだりとか、さっきお見せした辞書の使い方うん。を説明したりとか、おー。そんなパターンが可能なんですよね。あの、会、ほー。会話はもちろんできるっちゃできるんですけど、うん。わざわざ私に来る必要はないので確かリーディングがにね。メインです。メインです。いや、はい。文介さん持ってる能力が、多分私たち日本語教師よりも高い、専門スキルがあるんですよね。専門能力があって。
う知識があん。るから。まあ、ネイティブだったらもちろんそのアクセントとか完璧になる保証はあるので、まあ、うん。そういう方、それを気にしている方は、まあ、ネイティブの先生に行った方うがいいと思うんだけん。ど、そうん。の学習者の気持ちが分かるっていううん。点に関しては、まあ、多分安心してもらえるっていう確かに部分はあるかもし確かに。れない。うなんかん。かゆいところに手が届きそう。なんか確かに。日本人にはわからない日本語学習の疑問とかを多分うんうん一緒に解決してくれると思います。うん。できはい。ると思う。うん。それオランダ語になってくると自分も分かんなくなっちゃうので、考えないで喋ってるから。そう。そうよね。そうよね。いや、そう。素晴らうん。しい先生でいや、す。いや、ありがとうごぜひざいます。皆さん見てください。はい。ありがとうご文ざいます。よ介さんの。ろしくおはい。こ願いしまちらこそありす。がとう。また、いろいろお話ししましょぜひぜひ。はう。い。ね。はい。はい。あ、ありがとうございます。文介さんの はい。YouTube の方でも私は、出演させていただきますので、そちらはい。よも皆さん合わせてご覧ください。ろしくおはい。よ願いします。ろしくお願いしまはい。す。はい。ということで、今日はありがはい。とうございました。楽しかったです、ありがとうございすごく。ました。はい。はい。じゃあ、また次はい。回会いましょう。また。はい。はい。またねー。またね。はーい。